夫婦で車中泊を続けて900日が経ちました。そんな私たちがおすすめする車中泊あってよかったアイテムベスト5を紹介します。皆さんは車中泊したことがありますか？車中泊をしたことがある方はこれだけは絶対持っていきたいアイテムってありますか？それは車中泊のスタイルや目的で違ってくるかもしれません。私たちのスタイルは365日家の代わりに車で暮らすスタイル。そんな私たちが必須アイテムとして持っているものなんだと思いますか？もしかすると毎日車で暮らすって考えられない人もいるかもしれませんが、実は車中泊だけではなくてもしもの災害時の時のヒントにもなるかもしれません。よかったらこの動画で一緒に確かめてみてください。車中泊歴900日の夫婦が選ぶあってよかったアイテム第5位はシンク。365日車中泊をしているので基本的に食事はほぼ毎日自炊する生活です。うちのキャンピングカーには備え付けのシンクと給排水タンクがそれぞれ20リッターずつついています。料理で野菜を洗ったり食器を洗ったりできるので基本的には家と同じくらいの料理をすることが可能です。シンクがあると車中泊の生活水準が一気に高まります。とはいえ給水や排水がいつでもできるわけでもないのでかなり節水しながら使っていますし、排水タンクが汚れてしまうと後からの処理も大変なので極力肉や魚を調理しないようにしたり重曹スプレーで汚れを拭き取ってから洗ったりと工夫しながら使っています。車中泊歴900日の夫婦が選ぶあってよかったアイテム第4位は冷蔵庫。こちらも先ほどのシンクと同じで365日車生活をする私たちには必須アイテムです。私たちが現在乗っているクレソンジャーニーは90リッターの冷蔵庫がついています。ちなみにこれはもともと60リッターだった冷蔵庫の容量を注文するとき90リッターに変更してもらいました。家の冷蔵庫に比べればかなり小さな冷蔵庫になりますが、でもこの暮らしにはぴったりなサイズ感です。キッチン設備が整っていることで長期的な車生活でも健康的に暮らせていると思います。あってよかったアイテム第3位はライトです。続いてはこちら、意外と見落としがちかもしれませんが、ライトも車中泊の必需品だと日々実感しています。あ、ここで充電できるっていうのもいいね。そうでしょ。こういうの USB 最高。 C ですから。そう C か USB C かな。いいじゃん。これがいいですよ。電池しないから。コンパクトでそうかっこいい。家や街中のように常に電気が使える環境ばかりではありません。キャンピングカーの各スポットごとにはそれぞれスポットライトがありますし、夜間に出入りすることもあるので手持ちライトも欠かせません。すごい明るいね。虫これ何？おお、でね、すごい線になってる。すごおお、い。ビームが出てる。今海を映してます。すごい見えるね。So you live in the dream. You should see it through someone else's side. 見たことないぐらい明るい。 Another cipher to break. While the grass grows underneath my feet. 飛行機飛行機飛行 Been 機。 running out of time for so long. 着陸します。 Hello, hello, the あってよかったアイテム第2位はカセットコンロです。次にあってよかったと思ったのがカセットコンロ。なんだかここまで食事に関するものばかりになってしまった気もしますが、
やっぱり生きていく上で衣食住が大事ってことですね。うちのキャンピングカーにはコンロが常設されていません。でも逆に私たちにはこれがちょうどいいなと思っています。コンロを常に使うわけではないので、限られたスペースで必要な時に出し入れできてちょうどいいです。あとたまに IH じゃないんですかと聞かれたりもしますが、 IH がもともと好きじゃなかったことと、カセットガスならガス管を買うだけでいいので電気を使わなくて済むという点でこのタイプを選びました。ただ1個難点としては、使い終わった缶の処理が難しいということもあります。どこでも捨てれるわけじゃないので、捨てられる時に一気にまとめて処理しています。車中泊歴900日の夫婦が選ぶあってよかったアイテム第1位はポータブル電源です。生活する上でのライフライン、電気、ガス、水、これらをどう確保するのかが車中泊の快適度に関わります。特にガスを使えることって少ないですし、水を確保するのも場所が限られてしまいます。そのため最も場所にとらわれずに確保できるものがソーラー充電とポータブル電源です。キャンピングカーにはソーラーパネルやサブバッテリーもあるので、短期的な車中泊ならそれだけでもいいかもしれませんが、毎日の車中泊を続けていくと雨が続く日も出てきます。そんな時にポータブル電源が活躍します。この暮らしを始めたばかりの頃はポータブル電源を持っていなかったので、仕事をするために毎回電源が借りられる場所に行く必要がありました。例えばマクドナルドとかスタバとか漫画喫茶とかです。でもポータブル電源を導入できたことで生活の快適度が格段に上がりました。特に私たちは撮影や編集、リモートワークなどすべて電気機器を使うので、働きながら車中泊の旅を続ける私たちにとって必需品です。さて、ここからはおまけの番外編です。ここまでは必需品を紹介してきたわけですが、なくても生活できるけど、それでもあえて車中泊で使っている私たちのこだわりアイテムをそれぞれ紹介していきます。私のこだわりアイテムはこちらです。バイタミックスミキサーと、あとこれメイソンジャーで、これはね、家にいた頃から使っていたんだけど、この車生活を始める時にも、手放さずに持ってきました。そうだね。はい、これでいつもスムージーを作って、でもう結構大量に作って、ここのメイソンジャーにストックして手軽に飲めるようにやっています。でこの中ですね、こういう感じでゴムになってるので、そうです。そう瓶をね、こう蓋を閉めることでかなり密閉されて、スムージーも酸化しにくかったりするし、それ以外もね、なんだろう、ちょっとしたサラダとかそうそう入れたりしてます。この前蓋を新しく交換したんですよ。そうだって、これ私10年くらい使ってるもん。そしたらね、古いやつはね、やっぱりちょっとボロボロになってて、密閉が悪かったんですよ。そしたらね、新しいのにしたらね、めちゃくちゃ鮮度が保たれることがよく分かりました。そうですね、全然違うってことが分かりました。蓋だけ新調しました。でこれバイタミックス、かなり馬力の強いものになるんだけど、そうなんです。そう、こちらが900ワットですね。はい、消費電力結構大きいですよ。大きいパワーがあるものなんだけど、これでパワー調整ができるので、ちょっとね、様子見ながら、だいたい8くらいまでは使いますね。前回にやるときはエンジンかけて、そうインバーターをねサポートしてます。そうですね、それでやれば大丈夫。今のところ大丈夫だね。はい、これがやっぱり車生活でも必需品です、私の中で。ヘルスケアです。そうです。そして僕のバンライフのお楽しみアイテムで、こちらです。コーヒーセットでございます。これをいつも持っています。これは
電動ミルです。ここに豆を入れて、はい。これで豆を砕きます。粉にして、それでフィルターにセットして、でこのさっきのカセットコンロでお湯を沸かしていつもドリップしてます。で最近はですね、こういう定期便でコーヒーセットをちょっと買ったりして、いろんな豆をですね楽しんだりしております。これは知り合いのところに届けてもらってね、沖縄にいる間ははい。やっております。いかがでしたか？きっと今回紹介したものは車中泊を普段しない方たちでも、もしもの災害時などにあったら役に立つものばかりだったと思います。今後の参考にしてもらえたら嬉しいです。Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing